ベトナムネイバー2025年7月30日水曜日。本日のベトナム経済ニュースです。はい、まずは本日の主なニュースラインナップです。お願いします。経済ニュースです。製造業ではプリント基板大手のメイコーが風東省で新工場、米ハイテク機器コヒーレントもドンナイ省で新工場を開設しました。金融ではベトコムバンクとモモが提携、クレジットカード発行。VP バンクは SMBC 主幹事を大型の資金調達に成功しています。なるほど。不動産建設関連、ハノイホーチミン市のマンション価格が過去最高水準。建設省は悠久不動産への課税を提案しています。課税ですか。そしてビングループ傘下のビンファストはインドに続きインドネシアでも自動車工業会に加盟しました。その他 IT、商業、農水、運輸などのニュースもお伝えします。はい、次に社会ニュースです。国内のゴルフ料金高騰問題、佐賀県での事件、サッカー女子アジア杯の組み合わせ、それからブリックス加盟に関する専門家の指摘、出生率低下対策、偽造品問題、ハノイ市の観光動向、タンソンニャット急行での新技術導入などについてお伝えします。幅広いですね。最後に本日の為替相場情報です。では経済ニュースから詳しく見ていきましょう。まず IT 関連ですが、プリント基板のメイコーが風東省で新工場を開所しましたね。これはベトナムで3番目の工場になりますね。投資額も約500億円と大規模です。ビルドアップ基板を製造するということで、これは高度な技術ですね。なるほど、高付加価値製品へということですね。そうですね。金融です。ベトコムバンクと電子決済のモモが提携クレジットカードを発行開始しました。これはみずほ銀行が出資する両社の協業第一弾ということになりますね。モモアプリ上でバーチャルカードが発行できて、審査も早いと。手数料、年会費も無料なんですね。利便性が高そうです。同じく金融で VP バンクが SMBC 主幹事で 3.5 億米ドルの協調融資契約を結びました。時価なども参加していますね。これは女性経営の中小零細事業者向け融資などに活用されるということです。なるほど、目的が明確な融資ですね。商業です。マサングループですが、第2四半期は減収となりました。そうですね、9% の減収です。これは電子インボイスの義務化で食品販売が影響を受けたと。ただ純利益は2倍になったんですね。上半期、つまり半期で見ても売上は微減ですが、純利益は 2.3 倍と収益性は改善しているようです。不思議な感じもしますが、コスト管理などが効いているのかもしれません。建設関連に行きましょう。4から6月の住宅市況ですが、ハノイホーチミン市のマンション価格が過去10年で最高水準ということです。ハノイで平均1平方メートルあたり8000万ドン、ホーチミン市では8900万ドン。これはかなりの高値ですね。ただ建設省は過熱は沈静化しつつあるという見解なんですね。そこにちょっとギャップを感じますね。一方で建設省は財務省に対して悠久不動産への課税検討を要請しています。これは投機を抑制する目的ということでしょうか。そう考えられますね。市場の安定化を図りたいという意図でしょう。製造業関連で台湾がベトナム製セメントに反ダンピング関税を決定しました。税率は 13.59% から 23.20%、 期間は5年間です。これはベトナムのセメント業界には少ならず影響がありそうです。再び建設ですが、サングループがニャチャンで大規模な複合都市区を9月に着工予定です。総投資額 17.3 兆ドン。これは巨大プロジェクトですね。不動産開発意欲は依然として高いということでしょうか。経済政策関連です。グエン・ホア・ビン副首相が輸出関連手続きの地方移管を指導したと。原産地証明書 CO の発行などが対象になるようです。手続きの迅速化が狙いですね。運輸です。ホーチミン市メトロ1号線ですが、駅中の拡充を市が提案しています。これはサイゴンコープからの要望を受けた動きのようですね。利便性向上につながるでしょう。IT 関連が続きます。米国のハイテク機器メーカーコヒレントがドンナイ省で新工場を開所しました。半導体関連部品を供給するということで、これもベトナムのハイテク産業集積を示す動きですね。さらにダナン市では半導体パッケージングの研究施設ファブラボが着工しました。投資額 1.8 兆ドン、2026年完成予定。
これは人材育成や技術開発の拠点としての期待が大きいですね。 FPT ジャパンとアテックはホーチミン市にオフショア G 開発拠点を設立することで合意しました。社債ソフト分野ですね。日玉の IT 連携も進んでいます。金融に戻りますが、ナムアー銀行がバンブーケピタルグループ傘下企業の担保資産を差し押さえました。債権回収のためということです。こういった動きも出てきていますね。サービス業です。ロイヤルホールディングスがホーチミン市で和食居酒屋炭火イネヤを8月に開業します。ベトナムでは3店舗目ですか？外食産業も回復基調でしょうか？食品ではキドーグループがホーチミン市の商業施設バンハインモール運営会社の株式 41% を取得する計画です。これは流通分野への関与を強める動きですね。農水産関連で少し気になるニュースです。カツオ輸出に逆風が吹いていると。水産法の新しい政令で体長 500mm 未満のカツオの吸い上げが制限されることになりました。ベトナム近海産は小型が多いということで影響が大きいようです。規制強化の影響ですね。はい。 IT 関連で国家レベルのブロックチェーン基盤 NDA チェーンが稼働を開始しました。公安省主導ですね。デジタルインフラ整備の一環です。さて、車両関連ビンファストです。インドネシア自動車工業会外キンドに加盟しました。インドに続いての加盟です。これで ASEAN 市場での展開を加速させますね。インドネシアは大きな市場ですからね。最大の市場ですから重要拠点と位置づけているでしょう。ビンファストは電動バイクの新モデルも発表しています。はい。イボグランドとイボグランドライト、価格も1800万ドンからと比較的手頃な設定ですね。ラインナップ拡充です。では次に社会ニュースに移ります。はい。まず観光関連。ベトナム国内のゴルフ料金が高騰しているという話です。タイの 1.6 倍の水準になっているとか、供給不足と、あとベトナム国内のゴルファーが増えていることが背景にあるようです。日本人駐在員からは悲鳴も上がっていると。気軽に楽しめなくなるとちょっと残念ですよね。社会面、少し重いニュースです。佐賀県伊万里市で起きた強盗殺人事件で逮捕されたベトナム国籍の技能実習生が事件の発覚を遅らせようとした疑いで捜査されています。玄関を試乗していたということですね。痛ましい事件です。スポーツです。サッカー女子アジアカップ、来年3月開催ですが日本の組み分けが決まりました。ベトナム、台湾、インドと同じ C 組ですね。これはなかなか興味深い組み合わせになりましたね。そうですね。政治関連です。専門家から東南アジア諸国のブリックス加盟について指摘がありました。経済的な恩恵はあるかもしれないけれども ASEAN としての自立性を損なうリスクもあるのではないかという指摘ですね。バランスが難しい問題ですね。慎重な判断が求められます。社会問題です。保健省が出生率低下対策として新たな子育て支援案を提案しました。はい。6500億ドン規模の予算で35歳までに2人以上出産した女性への支援などが盛り込まれています。出生率の低下はベトナムでも課題になっているんですね。日本と同様深刻な問題として認識されています。偽造品や粗悪品の問題も深刻化しているようです。特にオンラインでの流通ですね。取り締まりが追いついていないという課題が指摘されています。消費者としては注意が必要ですね。その通りです。ハノイ市の観光動向です。7月の観光客数は前年同月比で 10.3% 増え280万人を超えました。外国人客も 25.2% 増と好調ですね。観光は回復が続いています。最後にホーチミン市のタンソンニャット国際空港の話題です。はい。顔認証と国民 ID アプリ VNID を活用した搭乗手続きの実証運用が始まりました。それは便利になりそうですね。デジタル化が進んでいます。手続きの迅速化が期待されます。はい。では最後に本日の為替相場情報です。お願いします。大手銀行の参考レートによりますと1米ドルは26万2100ドンから2620ドン、はい、1円は 176.10 ドンから 176.47 ドンとなっています。円安が続いていますね。東京外国為替市場午後5時現在では1米ドルは148円54銭から62銭で取引されています。なるほど。ちなみにベトナム株価指数 VN インデックスは昨日7月29日の週値で前の日と比べて 64.01 ポイント安の 1493.41 ポイントでした。大きく下げましたね。
調整が入った形でしょうか。そうかもしれません。本日のベトナムネイバーニュースは以上です。はい、ありがとうございました。次回もベトナムの最新情報をお届けします。ぜひお聞きください。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。